こんにちは。今回は最近よく目にする天井のマイクについて、詳しく調べてみました。このマイクがどういった機能を持っているのか、気になったことはありますか？実際の感覚を数字で表しながら、どれくらいの効果がありそうなのか、一緒に見ていきましょう。それでは行きます。Now loading。オーナーズマニュアルを見てみると、この部品はアクティブノイズキャンセリング機能があるようです。どういった効果が期待できるのかというと、エンジンの子守音など低周波数の音を検知するためのマイクで、その検知した音を弱める音をスピーカーから発音しているようです。ただこれだけではいまいちまだよくわからなかったので、本や英機、自動車関連の書物を読み漁ってみました。すると、こちらの書籍に少しだけ知見が記述されていました。子守音はエンジンのピストンの往復運動が起震源で、この振動によってエンジンルームと室内空間を仕切るダッシュパネルが振動してスピーカーとして発音することになる。この音が子守音で、周波数は 200-300Hz のようです。なるほどわからん。ではまず、波の振動について、目で見つつ、耳で聞きながら理解してみましょう。まず、周波数とは、1秒間あたりに何回振動するかで定義されています。今お見せしているグラフは、音の波形で、縦軸が音の大きさ、横軸は時間を示しています。1秒間に1回振動しているので、この波形は 1Hz ですね。では、20Hz は、1秒間に何回振動するでしょうか？ 20 回振動しますね。実際の波形はこのようになります。この 20Hz は人が聞き取れる最低の周波数と言われています。実際に 20Hz を発音してみますね。聞こえましたでしょうか？耳を澄ませると、ドドドドドドドって低音が聞こえます。この振動回数ないし周波数の代償によって、音の聞こえ方が変わります。では、周波数を上げて 100Hz を聞いてみましょう。もっと周波数を上げて 200Hz にします。周波数の代償で音が変わり、周波数が大きいほど音は高く聞こえます。これらのある一つの周波数のみで構成される音は、サインの式で簡単に書き表せます。しかしながら、日常聞いているほとんどの音は、かなり複雑な波形となっていてどんな周波数成分が含まれているのか波形からは判断できないことが多いです。どうして複雑なのかというと、複数の音が無数に重なり合っているからです。試しに、和音で確認してみましょう。和音とは音楽では最重要な音色の一つで、特定の音の足し合わせで生成されています。最も有名なのは C メジャーと呼ばれるコードで、ドミソの音を同時に発音すると和音になります。このドミソそれぞれは周波数が割り当てられていて、ド C4 は 262Hz、ミ E4 は 330Hz、ソ G4 は 392Hz となっています。それぞれのサイン波形の数式を足し合わせると、波形はこんな感じになってしまい、波形から周波数を特定することが非常に困難ですね。ピアノ教室に通っていると、この重なり合った音を聞いて、ドレミファソラシドのどの音が鳴ったのか聞き当てる訓練を行って、絶対音感を養っているわけですが、素人が聞いただけでは難しいです。すごいですね。全問正解しています。私も訓練しようかな。今聞こえている音がどんな周波数の音で構成されているのか、素人でも知る手段として、逆フーリエ変換と呼ばれる魔法をかけることで、周波数分析できます。ということで、エクストレイルの子守音がどのような周波数成分を含んでいるか分析していきます。では、まずエクストレイルのエンジンの子守音を聞いてみましょう。100Hz から 150Hz あたりで、音が大きくなっていますね。一方、200Hz から 600Hz までで音の大きさがフラットです。ただ、これ実際にやってみて気がついたんですが、エンジン回転数も計測しないと、アクティブノイズコントロールのオンとオフの結果の比較ができないですね。ということで、エンジン回転数を測定するために、B ピーク製の OBD2 を購入しました。ご存知の方も多いかと思いますが、この機器は故障診断機用なので、本来の使い方ではないですが、まあいいでしょう。では、機器を実際に開封してみていきたいと思います。思ったよりも機器は大きくなかったですね。初めて見る方も多いと思うので、ここからは接続するまで丁寧にお見せしていきます。
取扱説明書の参照のセットアップ方法を見てみると、計測するにあたって、専用のアプリをダウンロードする必要がありますね。では、Google ストアでダウンロードしていきますね。アプリ名は、カースカナー ELMOBD2 です。概要欄かコメント欄にリンクかアプリ名を記載しておきます。言語設定ですね。インターフェース設定です。私は背景色を黒に設定しました。単位の初期設定ですね。適当に選びました。次に自動車メーカーの選択です。日産を選択。残念ながら、エクストレイル T33 は見つからなかったのですが、画面の下のコメントに、該当する車がプロファイルのリストにない場合は、一番上の OBD2 を選択するよう指示があります。ということで、一番上のプロファイルを選択します。燃料消費量の設定です。初期設定から何も変えませんでした。これで初期設定はひとまず完了です。ここからエクストレイルの Bluetooth と OBD2 を接続していきます。まず、OBD2 の機器をエクストレイルに差し込みます。運転席側に接続する場所があります。OBD2 を差し込んで、赤いランプが点灯すれば通電していることになります。まず接続ボタンを押して、アプリ利用権限をオンにします。そういえば、OBD2 は車につけたままにすると、バッテリー上がりの原因になるので、使用しないときは外しましょう。これで権限付与完了です。OBD2 の Bluetooth と接続します。デバイス名をクリックします。すると、エクストレイルに内蔵されている Bluetooth が表示されました。これは選択してはいけません。OBD2 の Bluetooth を選択する必要があります。ということで、デバイス設定をし直します。しばらく待っていると、他のデバイスも検知し始めましたね。この OBD2 を選択しましょう。すると、PIN コードを入力する画面に自動的に切り替わるので、1234を入力すると、接続設定が完了します。そしたら、ホーム画面に戻って、接続ボタンを押します。接続完了しました。あとは、ダッシュボードを押せば、お目当てのエンジン回転数をモニタリングできる画面に切り替わります。それでは、エンジン回転数を見ながら、エンジンの子守音を聞いていきます。できる限り、車内の音場を購入初期状態にしたかったので、車内には荷物を積載しない状態で検証しました。では、まずアクティブノイズコントロールがオンの状態でエンジン回転数 1500rpm の子守音を聞いてみます。続いて、2000rpm を聞いてみましょう。最後に 3000rpm の子守音を聞いてみます。続いて、アクティブノイズコントロールをオフの状態でエンジンの子守音を聞いてみたいと思います。オーナーズマニュアルによると、2のスピーカーと3のウーファーによって、子守音を小さくすることができるようです。しかし、2のスピーカーは、一体どこにあるのか、コンソールの中についているのかと思いましたが、よく見ると、ドアスピーカーですね。それなら、ドアスピーカーって書けばいいのに。ということで、アクティブノイズコントロールをオフにするために、このスピーカーとウーファーのハーネスコネクタを取り外して、検証してみることにしました。では、まず、運転席側のスピーカーのコネクターを外します。ここのスピーカーグリルの後ろに潜んでいます。とりあえず、ドアの内張りから外しました。スピーカーをよく見ていると、おそらく紙製ですね。ゴムっぽさはなかったです。あと楕円形ですね。丸いと思っていました。肝心のコネクターはこちらにありました。こんな感じで外しました。これでドアスピーカーの作業は完了ですね。次に、ウーファーのコネクターを取り外します。ラゲッジボードの下にあるみたいですね。さらに下でした。見つかりました。この左側のボックスがウーファーです。取り外していきまーす。はい、ウーファーも取り外し完了です。取り外すと結構スペース空くんですね。ということで、アクティブノイズコントロールをオフにする準備が整いました。では、子守音を録音して解析していきます。まず、1500rpm から検証。全然変化ないんですけど。では、エンジン回転数 3000rpm にまで上げれば、顕著に違い出るでしょ？比較してみてみましょう。
変わんねえ。今回の結果が確からしいのか、旭化成のノイズキャンセラーデータを元に比較をしてみます。ノイズキャンセリングは、ノイズ音に対して逆位相の音をスピーカーから発音することで、低周波のノイズを低減するみたいですね。これによって重い精神剤の削減ができるようです。そして、燃費の向上にも貢献。ただ、エクストレイルの車両重量は、全グレード1740キロ超えなので、残念ながら、重量税への貢献は見込めなかったのかも。軽くなると言っても数キロだと思いますので、1449キロで作られていたら感動してました。ちょっと早送り。ここから、ノイズキャンセリングオンオフでの音の変化が見れます。最初はオフの状態です。そろそろオンですね。おお、100Hz 周辺の周波数に効果ありですね。より詳しい周波数特性図で確認してみましょう。見ていただきたいのは、ベーシック版の周波数特性です。150Hz 周辺の周波数に対して、ノイズキャンセリングの効果がありますね。期待していた結果と全然違うんですが、やっぱりなんだすみませんが、継続調査していきます。今日はここまでですが、何か気になったことがございましたら、コメントください。それではまた。